皆さんこんにちは。今日はタスクについて勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。まず、実行画面を早速見ていこうかと思います。今日は3本のタスクを同時に実行して、それぞれプログレスバーを進めていくんですけれども、その時間差を与えたタスクということで実行してみます。このようにタスク1が早くてタスク3が一番遅いっていう、そういったものになってます。これらのタスクは非同期で同時実行されているっていうところです。ボタンが戻ってきましたので、これで終了しました。じゃあ早速コードの方を見ていきます。このスタートボタンが押されますと、スタートボタンはディセーブルにして、次にこの部分ですけれども、これはタスクが実行したプログレスバーの値ですね。それを、このメイン UI の方に値を返してくる仕組みを作るものなんですけれども、ここの部分は今日は解説しませんので、次に行きたいと思います。この3行でタスク1、2、3を起動して、このカウントアップするためのタスクを起動しています。それぞれ引数として100ミリセック、150、200ミリセックを与えて、値を戻してくるプログレスバーの名前もここで指定しています。これは実行すると次々に実行されて、これが一つ一つタスクが終わるのを終了せずに次にどんどん行きます。それでここまで来たら、タスクが全部終わることを待ち合わせて次に行くということになっています。で、ここに await って書いてあるのは、ここには await とかつけてないんですけれども、ここでこの when all っていうタスクが全部終わるのを待ち合わせるっていう、関数を非同期で待っているっていうことになります。それでこのカウントアップアシンクの関数の中身ですけれども、これはカウントアップするためのインターバルをここで指定しましたので、それを受け取って、あとはこのメイン UI の方のプログレスバーの値を更新するための、コミュニケーション手段ですね。タスクと呼び出し側のコミュニケーション手段、インターフェースなんですけれども、これを引数として渡しています。まずカウント値は呼び出されたときは0にして、プログレスバーのマックス値である100になるまでこのループを繰り返すということで、ここでタスクディレイっていうものを呼び出して、そのインターバルの時間を与えていると。その時間、ここで await で待ってあげて、
その待ち時間が終了したらカウンターを一つインクリメントして次のサイクルに入るっていう風にしています。プログラム自体は非常に簡単なんですけれども、このアウェイトとかアシンクとかっていうのは結構分かりにくいと思うので、本日のまとめとしてちょっと紹介したいと思います。まず、これらの非同期処理を行うためには、ユージングのところにシステムスレッディングタスクスを含めることが必要になります。それと、アシンクメソードです。非同期メソードを定義するときは、アシンクタスクメソッドの名前という風な順番で定義します。あと、今回の場合も、このボタンが押された時の処理で、アウェイトを使っているので、ここにアシンクを書かなければいけないんですけれども、ここがタスクではなくてボイドになってるんですけれども、こういったイベント処理のようなメソッド、イベントですね。イベントではこうボイドにしても構わないっていうような決まりがあります。なので、ボタン1クリックなどはアシンクボイドというふうに書くことができます。また、メイン関数とかクラスのコンストラクターなどではアシンクを使えないっていう決まりがありますので、これを守っていただきたいです。あと、アシンクの単にアシンクタスクっていうふうに書くと、そのメソッドからの戻り値はなしっていう扱いになります。もし何か戻り値をイントですとかストリングですとか、そういう戻り値を戻したい場合には、こういうふうな、ここにイントとかそういうふうに書いていただければ戻り値を戻すことができます。あと、アウェイトについてですけれども、アシンクとアウェイトは先ほどから何度も言ってますようにセットで使用されます。ただ、アウェイトを使用してないメソッドにはアシンクをつける必要がありません。セットで使われるということですね。それで、非同期メソッドを呼び出すときにアウェイトありで呼び出すと終わるまでその場で待機します。アウェイトなしで非同期メソッドを呼び出すと待機せずに次に進むということになります。